アクロパパの AI 教室。前回は AI コーディングの現在地を見ました。補完からコーディングエージェントへ大きな流れを抑えましたね。エージェントすごかったですよね。もう全部任せたいくらいです。プリアはまだ怖いですけど、補完と自立の違いは整理できました。で、今回は頼み方の話？そう、今日のテーマはプロンプトエンジニアリング。一言で言うなら指示は使用書だです。いきなり実演します。お題は ToDo リストを管理する API。 同じお題を2通りの指示で出して結果を比べましょう。まずレン、普段どうやって AI に頼む？ Python で ToDo リストの API 作ってですね。シンプルが一番ですよ。 OK、 これを雑な指示とします。 AI に投げました。結果を読みますね。フラスクで/todos に get と post だけ。データはグローバル変数のリスト。削除も更新もありません。まあ動くけど削除も更新もないのか。次、使用書として書いた指示を出します。要件の4点セットで整理しました。4点セットって何ですか？役割、背景、やってほしいこと、出力の形、この4つをセットで伝える方です。注文書のテンプレだと思ってください。役割はバックエンドエンジニア、背景はチーム開発の ToDo サービス、やることは FastAPI でクラド全部、出力はエンドポイント一覧とコード、さらに受け入れ条件を3つつけました。結果を読みます。FastAPI に Pydantic でバリデーション付き、クラッド全部揃っていて404もページネーションも対応済みです。全然違う。同じ AI とは思えないです。うわ、レンの一行指示が恥ずかしくなってきた。アクロパパ的には雑な指示は居酒屋の口頭注文、使用指示は発注書。届く品が違って当然です。さっきの使用指示で一番聞いたのが受け入れ条件です。で、コツはこれを一番先に書くこと。先に書く？普通はやりたいことの後に添えません？テスト駆動開発って知ってますよね。テストを先に書いてからコードを書く。同じ発想です。ゴールテープの位置を先に見せてからスタートさせる。 AI は到達点が見えると逆算して組み立てます。なるほど。レンは毎回いい感じに頼むで済ませてたけど、ゴールがなかったわけだ。受け入れ条件がないと AI は動けば OK と判断する。プリアが感じる不安はだいたいそこが原因です。確かに動くけど違うってずっと思ってました。チェックリストを先に渡せばいいのか。要件、制約、受け入れ条件、この3点セットで渡す方を今日は必ず持ち帰ってください。次は制約の話。使うライブラリや書き方を明示するパートです。さっきの雑な指示だとフラスクが出ましたよね。チームは FastAPI 使ってるのに。なぜですか？ AI は指定がなければ学習データに多いものを選びがちです。フラスクは情報量が多いから出やすい。じゃあ FastAPI でって一言添えるだけでも変わりますか？変わります。でもライブラリ名だけでは足りない。書き方の制約を入れるとさらに精度が上がります。例えば関数ベースでなくクラスベースのルーター、環境変数は Pydantic セッティングスで読むとか。そこまで書くのか。ちょっと面倒だけど発注書だと思えば納得です。制約は自由度を狭める代わりに期待とのズレを減らす。チーム開発なら書いた方がほぼ確実に得です。最後の武器を紹介します。プロンプトに例を一つ添えるだけで出力が激変するという話。指示は API のエラーレスポンスを統一フォーマットにして、まず例なしで出しました。結果、ステータスとメッセージだけのシンプルな JSON。悪くはないけどチームの既存形式とは全く違います。それだと既存のコードと混在してカオスになりますね。次、同じ指示に例を一つ添えました。コードフィールド、ディテールフィールド、トレース ID を含む形式です。結果、AI は全エンドポイントをその形式にぴったり揃えてきました。例が一つあるだけで型が伝わるんです。一つでそんなに変わるんですか？百聞は一見にしかず的な。まさに AI にとっての例は最強の使用書。言葉で長く説明するより実物を一つ見せる方が圧倒的に早い。プリアは言葉で厳密に書こうとしすぎてたかも。例を添える方がむしろ楽ですね。要件、制約、受け入れ条件の3点セット。できれば例を添える。プリアでもこれなら今日から使えます。レンは1行で丸投げしてたのが恥ずかしい。発注書スタイルに乗り換えます。指示は使用書。この一言だけ覚えて帰ってください。次回は書かせた後の検証、ハーネスとループの話です。